エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は iPad の11インチと 12.9 インチを比較してどちらが使いやすいか検証してみたいと思います。iPad のサイズは3種類あって、ほとんどの人は10から11インチのものを選ぶと思うのですが、実際に全てのサイズを使ってみて、私は一番大きな 12.9 インチの iPad Pro をメインで使っているので、その理由をお話ししながら、普通サイズの iPad を選んだ方がいい人、あえて一番大きな iPad を選んだ方がいい人を詳しく解説してみたいと思います。それでは行ってみましょう。 iPad Pro 12.9 インチの特徴ですが、画面が大きい分少し重たくて、価格も他の iPad と比べて数万円ほど高くなっています。 iPad はパソコンと違って手軽に持ち運べるのが長所なので、正直ほとんどの人はわざわざ高いお金を出して大きくて重たい iPad を選ばなくてもいいと思うのですが、これからお話しする3つの使い方に当てはまる人は大きい iPad を買った方が快適に使えると思うので、よかったら参考にしてみてください。エモエモ。大きい iPad がいい人。その1、iPad でエンタメを楽しみたい人。私は隙間時間に iPad で漫画を読んだり、映画やアニメを見たりするのですが、iPad で電子書籍や動画、ゲームなどをたくさん楽しみたい人は、画面の大きな iPad を選んだ方がいいと思います。12.9 インチの iPad Pro は画面を横向きにすると、ちょうど大きめのコミックを開いた時と同じような大きさになっているので、文字が小さめの本でも紙の本と同じように読めてとても快適です。11インチの方でも縦にすれば快適に読めるのですが、大きめの雑誌なんかだと縦にしてもやや文字が小さくて読みづらいので、 iPad で電子書籍を読むなら 12.9 インチの方が読みやすいと思います。それから iPad で動画を見たりゲームでよく遊ぶ人も大きい方が良さそうです。 iPad Pro はスピーカーが4つついていて音質もすごくいいので、動画の見放題アプリでいろんな映画を見ても楽しいと思います。あと iPad はプレステのコントローラーをつなぐとリモートプレイでプレステも遊べるので、家族にテレビを占領されててゲームできない時も iPad でゲームを楽しむことができます。最近の動画やゲームは大きなテレビで見ることを前提に作られていて、文字が小さめなので iPad で動画の視聴やゲームをしたい人も画面が大きい iPad の方がプレイしやすいと思います。ただ動画に関しては11インチの iPad の方が 12.9 インチよりも横長なので、動画の上下に入る黒帯が少なく、その分絵が大きく表示されて 12.9 インチとそこまで大きな差は感じられないと思います。なので電子書籍はほとんど読まなくて、動画の視聴がメインの人は11インチでもいいと思います。エモエモ。大きい iPad がいい人。その2、Mac を持っている人。 iPad と Mac はどちらも同じ Apple 製品なので、組み合わせて使うといろいろと便利な使い方ができるようになっています。例えば AirDrop でファイルを簡単にやり取りできたり、文章や画像をコピー&ペーストできたり、サイドカーという機能で iPad を Mac のサブモニターにできたり、 iPad と Mac を組み合わせることでいろいろと便利な使い方ができるようになっています。サイドカーは iPad の Apple Pencil にも対応していて、パソコンの液タブのような使い方ができるので、液タブを買わなくてもパソコンの高性能なアプリでお絵かきできて便利です。液タブは画面が大きい方が細かいところを拡大縮小せずに描けますし、表示できる情報量も多いので、 Mac と iPad を組み合わせて使いたい人も大きい iPad の方が快適に作業できると思います。もちろん11インチでも同じような使い方はできるのですが、パソコンのアプリは大きなモニターで使う前提で作られているので、11インチだと表示が小さくて少し見づらいかもしれません。 iPad Pro は公式機で発色が綺麗なので、発色がデタラメな安いサブモニターを使うよりも MacBook や iMac との色の差が少なくて相性がいいと思います。あと最近の Mac は iPad アプリが使えるようになったので、今後 iPad アプリが Mac でも使いやすいようにアップデートされれば iPad で途中まで描いた絵を Mac で仕上げたり、もちろんその逆もできるようになると思うので、 iPad と Mac の組み合わせはさらに便利になっていくと思います。エモエモ。
大きい iPad がいい人。その3、クリエイティブな作業をする人。 iPad でお絵描きや動画編集などをやりたい人も大きい iPad がおすすめです。画面が大きい方が一度に表示される情報量が多く、細かいところも描きやすくなるので作業効率が上がったり全体のバランスが取りやすくなると思います。あと画面が大きい方が手を置けるスペースが広くなるので、キャンバスの端の方を描くときも手が iPad からはみ出しにくく、綺麗な線が引きやすいと思います。あと iPad にはスプリットビューという機能があって、2つのアプリを同時に表示できるのですが、画面が大きいとお絵描きアプリのスペースが狭くなりすぎないので、資料を表示しながらお絵描きできたり、30秒ドローイングのアプリで気軽に絵の練習ができてお絵描きがはかどると思います。ただ11インチでも隣に資料を表示したスマホを置けば済むことなので、お絵描きしたい人は絶対に 12.9 インチの方がいいということはないと思います。私は11インチもたまに使っていますが、11インチでも特に描きにくいと感じることはないので、2万円多く払って少しでも大きな画面でお絵描きしたいと思わなければ、11インチの方でも全然大丈夫だと思います。エモエモ。最後に大きい iPad のデメリットですが、思ったよりも重くて持ち運ぶのが辛いところです。 iPad はパソコンと違って気軽に持ち運べるのがいいところなのに、マジックキーボードをつけると MacBook よりも重くなって片手で気軽に持ち歩けないので、気を抜くと電源を入れるのも面倒になってほとんど使わなくなってしまうと思います。なので大きい iPad を使うなら、このようなスタンドに置きっぱなしにしてすぐに使える状態にしておくのをおすすめします。 iPad Pro は画面をタッチするだけで画面がついて、顔認証ですぐに使い始められるので、スタンドに置きっぱなしにしておけば作業の合間に漫画を読んだりお絵描きしたりしやすくなると思います。最近は外出する機会が減って iPad を持ち歩かなくなったので、私はより快適に作業できる 12.9 インチに乗り換えましたが、家の中でも iPad を持ち歩いて使いたい人はできれば11インチを選んだ方がいいと思います。大きくて重たいとそれだけで持ち運ぶのが億劫になって、もうスマホでいいやってなると思います。なので今回お話ししたエンタメを楽しみたい人、 Mac を使っている人、クリエイティブな作業をする人に当てはまる人も、実際に店頭でサイズ感や重さなどを確認して自分の使い方に合ったサイズを選んでみてください。 iPad Pro はもうすぐ新型が出る噂もあるので、新型が出たら次も両方買ってレビューしてみたいと思います。このチャンネルでは iPad の便利な使い方やお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録と高評価を押してもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。